通に暮らせる自由って尊いよね。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年46号、ワンピース最新話1095話、死んだ方がいい世界を考察します。この1095話、マジの神回です。そして、伏線回収回。外れた考察や無難に当たった考察、まだ当たる可能性がある考察などなど、いろいろと答え合わせがはかどります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。1095話の類似話数は95話と195話です。95話、回れ風車。95話では赤ちゃんの波を笑わせようとする源さん。一方1095話では先週予想したようについに熊の記憶回、赤ちゃんのバーソロミュークマが登場。その赤ちゃんクマを笑わせようとする父親バーソロミュークラップ。また95話で源さんは生きることを決意している。一方1095話では15歳の若きイワンコフが生きることを決意している。次に195話はミスター武士道です。そこで先週ゾロの戦いかと予想しましたが、これは外れました。1095話に分かりやすい武士道はありません。しかしワンピースで武士道といえば1036話、武士道というは死ぬことと見つけたり問う侍。ワンピースでは武士道とは誰かのために生き抜くこと、誰かのために死ぬこと、そんな風に表現されていますから、これは1095話の熊の親子に通じます。続いて1095話の反転話数も考えましょう。1095話をひっくり返すと591話それでいいのか。591話では熊がレイリーになぜルフィたちを助けたのか説明しているとなると、もしかすると熊はルフィこそが太陽の神ニカだと知っていたのか。それならば熊がサニー号を2年間命を懸けて守ったことに説明がつく。1095話で熊は伝説の解放の戦士太陽の神ニカみたいになりたいという、誰かを助けてヒーローになりたい、そんなニカへの憧れが語られています。だから熊はスリラーバークでルフィたちの力を試した。だから熊はキザルからルフィたちを守り飛ばした。だから熊はサニー号を守った。ニカを未来へ届けるために、誰にも言わず人知れず密かに。それこそが熊の武士道なのか。武士道というは死ぬことと見つけたり。また591話の扉絵はレイリーとクロッカスです。この2人の老人は風呂に入っている。以前考えましたが、風呂イコールフロー。1095話ではサターンがフローだと判明しています。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。1095話、引き続きサターンを指したボニー。周りの海兵たちは動揺していますが、サターンは騒ぐな虫ども。周りの海兵たちを虫扱いしています。雲のサターンから見たら人間は虫、餌なのかもしれません。するとサターンとは人間ですらないのか。人ではないよ、人でなし。そしてまたもやサタンは目を光らせるとボニーの頭をパーン。ボニーはクモ膜下出血。クモ膜下とはクモの巣に似た脳の血管。そしてこの技は一体何なのか。これは覇王色の覇気でしょうか。覇王色の覇気は弱者を気絶させますが、その悪意ある強化版、それがサターンの技か。カイドウ曰く覇気だけが全てを凌駕する。覇気を一点集中させて脳を刺激してクモ膜下出血、血管を破裂させているのか。そしてここへサンジが割って入りますが、まさかのサンジも一発 KO。 強すぎるサターン。そしてなんと刺されて血が出ていたサターンの体が再生した。これが1095の話数の語呂合わせ一つ目、天の加護。天の加護でしょうか。加護とは神仏に守られている力。ワンピースで神仏とはネロナイム、神仏。サターンはイム様から天の加護を受けたもの。それは不老であり不死身の存在なのか。そんなサターンは相打ちになったキザルとルフィを見つけるとルフィに牙を向く。これが1095の話数の語呂合わせ2つ目、毒牙。毒牙でしょう。サターンは牛鬼なので毒を持っていそう。毒を持っていなくても毒牙とは邪悪な企みという意味もあります。しかしこの攻撃に対してフランキーがルフィを救う。動けずにシワシワになったルフィをパンチして助ける。これが1095の話数の語呂合わせ3つ目、人を救護。人を救護でしょう。
ここでサターンは麦わらの一味に対して協力型の海賊団かと言っています。これはおそらく仲が悪かったロックスと比較していそうです。サターンは38年前ゴッドバレーにいました。さらにサターンは海軍に囲まれた未来島エッグヘッドからルフィたちが逃げられると思うのかと、そんなようなことを言ってフラグを立てています。つまりルフィたちはおそらく脱出できるでしょう。それはどのように、すでに考えましたが、おそらくエッグヘッドにはクマが来る。クマならルフィたちをエルバフへ飛ばせるでしょう。それはシャボンディ諸島の時のように、ここでサターンはボニーを掲げて締め付ける。それを見ているサンジたちはなぜか動けない。これがサターンの能力か。サターンとは土星、土であり雲ですから大地を操れそうです。例えば地面をネバネバとしたクモの巣に変えている。それならサンジたちは動けない。そしてサターンはクマの秘密を明かします。クマは生まれながらに奴隷階級、かつて世界に対して大罪を犯した一族、絶滅種バッカニア族だと判明しました。僕はクマの種族は不死身のデーモン族だと考察しましたから、この考察は外れました。クマの特殊な種族とは体が特殊ではなく歴史的に特殊な種族だった。つまり滅ぼされる運命の種族だった。それがビッグマムが欲しがっていた種族、歴史に消えた種族、バッカニア族ということでしょうか。バッカニアとは大航海時代の海賊のことです。さあここからは歴史のお勉強タイムです。海賊バッカニアのルーツを探っていきましょう。バッカニアとはカリブ海にいた南米のレッドインディアンアラワク族の言葉、ブカンに由来する言葉です。ブカンとは肉をいぶる、バッカニアとは肉をいぶるもの、現代のバーベキューの語源でもあります。肉です。バッカニアイコール肉。そしてバッカニア族クマの能力はニキニキの実、肉球。さらに太陽の神ニカ、ルフィは肉が好き。そんなアラワク族を滅ぼしたのがコロンブスです。こちらの動画でも考えましたが、コロンブスは南米からゴムを持ち帰った人物、そして南米の先住民たちから黄金を略奪して滅ぼしたクズです。そう、大航海時代の被害者がアラワク族なのです。そんなアラワク族をルーツに持つ海賊がバッカニア。略奪されたんだから略奪するしかない。アラワク族たちはバッカニア、海賊になるしかなかった。しかし海賊バッカニアたちは子供と老人は襲わなかったそうです。とにかくワンピースのバッカニア族には太陽の神ニカの伝承が受け継がれている。太陽の神ニカとは解放の戦士。そして175話のタイトルは解放。その扉絵はまるで南米レッドインディアンアラワク族か。そしてジョイボーイとはカリブ海の踊りの神の名前です。これがバッカニア族のモチーフ、バッカニア。そんなバッカニア族は世界政府から迫害されています。まるで黒ずみ家のように。965話黒ずみ家の陰謀には黒ひげも登場していました。こちらの種族の名前の考察は外れましたが、一方でまだもしかするとクマと黒ひげは同じ種族であるという考察はまだ考えられるかもしれません。迫害されたバッカニア族のクマはヒーローを求めましたが、黒ひげがもしもバッカニア族なら、それはオロチのように世界に復讐をしたいという夢があるかもしれません。さらに100年前の本には黒ひげバッカニアなんていう名前の本もあります。そんな悲劇的なクマの親子の話は本詩を読みましょう。希望を捨てなかった父の死、ひたすら優しかった母の死。クマの親子の悲劇、それは1095話の話数の語呂合わせ4つ目、人の苦業。人の苦業でしょう。苦業とは結果として苦しみを招くような行為です。自分が迫害されているバッカニア族だと知りつつも、クマの父親クラップは子供が欲しかった。しかし生まれてすぐにその子供にはやはり自由がなかった。それは1095話の話数の語呂合わせ5つ目、自由ない子。自由ない子。1095話にはクマ、イワンコフ、ジニー、自由がない奴隷の子供が3人登場しています。そして生きる自由も死ぬ自由もないクマ。そんなクマが叫んでいるシーンは1095話の話数の語呂合わせ6つ目、人の救護。人の救護でしょう。救護とは大声で叫ぶことです。ちなみにクマの父親クラップとは
拍手喝采という意味の他に雑音という意味もあります。クラップは天竜人にうるさいと射殺されてしまいました。場面は38年前のゴッドバレー。なんと天竜人たちは3年に一度という高頻度で先住民一掃大会人間狩りをしているという。ゴッドバレーには何やら豊富な資源もあるという。ゴッドバレーについてはまずこちらの動画でパンクハザードとリンクすると考えました。そしてパンクハザードと同じように奴隷工場があり悪魔の実が関係していると考えました。さらにこちらの動画ではドレスローザとワノ国にもつながると考えました。なぜならドレスローザにもワノ国にも奴隷がいて闘技場があり悪魔の実の話だったからです。しかしゴッドバレーには奴隷を見せ物にする闘技場は今のところないようです。その代わり奴隷を見せ物にする人間狩りが行われています。そんな人間狩りデスゲームには商品が6つの宝箱がある。これはおそらくドレスローザと同じなら商品は悪魔の実でしょうか。例えば一つは街道の悪魔の実ウオウオの実清流でしょうか。これまで悪魔の実は高確率で宝箱に入っていました。それは海の秘宝だからです。となるとワンピースの正体も悪魔の実に関係したものになるかもしれません。そこで3年前ワンピースの正体は複数あり、その一つは一つなぎの大秘宝悪魔の実が宿る木もワンピースの正体だと考えました。とにかく人間狩りの商品は悪魔の実か。すると残り5つの宝箱も悪魔の実なのか。もしもそうであれば、例えばそれはまずイワンコフの能力ホルホルの実、さらに年齢を操作できるボニーの悪魔の実も宝箱に入っているかもしれません。1095話にはイワンコフと奴隷のジニーが登場しています。この2人は何やらお腹が空いていそう。故に1話のルフィみたいに悪魔の実を勝手に食べてしまいそう。そしてさらに1095話には若き神の騎士団ガーリング星が登場。その顔はシャンクスにそっくり。ただしシャンクスは赤髪であり、その場合トーンが貼ってありますが、ガーリング星の髪の色にはトーンが貼っていません。ガーリング星は赤髪ではないのか。しかし顔はシャンクスにそっくり。とにかくそんな若い頃のガーリング星の髪型はダッセー。髪型で人の印象って変わるよね。さらにゴッドバレーにはサターンも登場。ガーリング星は38年前で老け込みましたが、サターンは38年経っても何も変わらない。やはり3年前から考えてきたように五老星も不老なのでしょう。それはこのように考えました。こちらです。そしてビビの父親コブラ王がわずか2年でかなり老け込んでいることにも注目です。それは永遠の命を選ばなかったネフェルタリ家のコブラ王やビビが天竜人とは違い普通の人間として老いていくということを読者に対比として伝えているかのようです。片や聖地マリージョアに住む五老星は22年前の小原のシーンのシルエットから全く老けている様子がありません。このことからやはり天竜人とは800年前から不老の存在。これまでの漫画ではありそうでなかった不老、つまり永遠の命がすでに実現している世界なのではないでしょうか。こちらの動画ではイム様の正体について考えました。そこでは扉絵連載下脱のうっかり正解暮らしはイム様と五老星を表していると考えました。下脱とは仏教で下脱したもの、つまり仏様、それはイム様。そして五老は五老星を表しており、下脱と五老はアラバスタで温泉を作っていました。この扉絵の構図はまさに聖地マリージョアのイム様と五老星でしょう。世界のタブー、それは風呂と風呂。下脱と五老が風呂を作ったなら、イム様と五老星は風呂を作った。この下脱の風呂はアラバスタにありました。やはりイム様たちが使う魔法陣や魔術はアラバスタに由来しているのか。そして最後にイワンコフと謎の少女ジニーが登場。イワンコフ曰くバッカニア族とは巨人の血を引いていると言います。そのバッカニア族に太陽の神ニカの伝承があるということは、800年前のジョイボーイ先代ニカとは巨人の血を引くバッカニア族だったのか。こちらの動画ではサウロこそがジョイボーイのイメージであり、先代ニカは巨人だと考えましたが、正解は巨人族の血を引くバッカニア族かもしれません。そんな巨人族は北欧バイキングがモチーフでしょう。ニカの鼓動で目覚めた鉄の巨人の造形も北欧バイキング。ニカの力でルフィが巨人化すれば鉄の巨人と合体できそう。ちなみに巨人サウロのセリフ、笑ったらええ、苦しい時は笑ったらええでよ
このセリフは今回のクマの父親のセリフと重なっています。そんなサウロは滅ぼされたオハラにいました。地図から消えたオハラはウエストブルーにありましたが、同じく地図から消えたゴッドバレーもウエストブルーにあったそうです。オハラとゴッドバレーはつながっていそう。ゴッドバレーには革命軍のクマとイワンコフがいます。革命軍は滅ぼされたオハラの意志を継いでドラゴン、イワンコフ、クマの3人で結成されました。するとゴッドバレーに若き17歳のドラゴンも現れるのか。さらにゴッドバレーにはロジャー、ガープ、そしてロックス海賊団が現れることが確定しています。下道の天竜人たちと敵対したロックス、つまりロックスはある意味で英雄。数年前から僕はジーベックはルフィみたいなやつだと考えてきました。こちらです。ジーベックは世界の王になる野望のもと、テロリストのように世界政府に牙を向き、政府にもみ消されるほどの事件を数多く引き起こしたと言われていますが、これは世界政府から見ればルフィと全く同じです。ジーベックはルフィみたいなやつなのか。そしてなぜガープとロジャーは天竜人とその奴隷たちを守ったのか。それはもしかするとガープとロジャーもロックスたちも世界のタブー、サターンの姿、その力を見たのか。1096話からこの辺りが語られそうです。続いてジニーについても考えましょう。ジニーはおそらくボニーに関係した人物でしょう。大ぐらいボニーの雰囲気があり、名前も似ています。さらにジニーは奴隷ですから、貧富の差を表すジニ係数のイメージもある。シンプルに考えるならジニーはボニーの母親でしょうか。もしくはボニーについてはステューシーと同じクローンだと8ヶ月前に考えました。さらにそれはポートガス・ディ・ルージュのクローンであると。しかしジニーはルージュではありません。この考察は外れています。ただしジニーにはそばかすがあるようです。そばかすといえばルージュとエースを思い出しますが、これはまあたまたまでしょうか。そしてもう一つ、ジニーについてはルフィのお母さんの可能性もわずかにある。なぜなら3年前こちらの動画ではルフィとサンジの真逆の表裏一体からサンジの母親ソラが王族ならルフィの母親はその真逆奴隷だと考察したからです。ドラゴンが17歳、ジニーがもしも12歳ならドラゴンとは5歳差です。ここまでの考えを全て自分の都合のいいように解釈するなら、ジニーとはもしかするとポートガス D ジニー、ポートガス D ルージュとは別のポートガス家の血縁者、そしてルフィの母親謎の少女奴隷のジニーは気になる存在です。次にドラゴンについても考えましょう。ドラゴンもゴッドバレーに現れるかもしれません。そこでイワンコフとクマ、ジニーに出会う。そしてその4人はゴッドバレーを脱出する。その4人がゴッドバレーから脱出して流れ着いた場所がもしかするとオハラ。ウエストブルーのオハラとウエストブルーのゴッドバレー。オハラのクローバー博士が少年時代のドラゴンたちやイワンコフを保護してくれた可能性。だからドラゴンはクローバー博士が死んだ時わざわざ花を持って訪れた。そんなつながりもあるかもしれません。さらに今後の展開も考えましょう。まずゴッドバレーには 100% 間違いなくロックスとロジャーがやってきますが、そのゴッドバレー編が終わってエッグヘッドに戻ったらクマがボニーを助けに飛んでくるでしょう。そして再び太陽の神ニカは復活する。クマの憧れ、少年時代に憧れたニカとクマが出会う。その太陽の神ニカが暗い雲を晴らす。サターンイコール雲、雲イコール雲、雲イコール雲というダジャレは以前も考えましたが、エッグヘッドに登場したベガタンク8がヒントでしょう。ステラが操縦するベガタンク8は空島の島雲でできており、車輪輪っかには星のマークがついています。そして五老星サターンは魔法陣五芒星から現れた8本足の雲でした。やはり雲イコール雲、雲のサターンは雲だと読み解けます。その暗い雲を太陽の神ニカが晴らす。まるで空島を覆ったゴッドエネルの雲を晴らしたあの時のルフィのように、晴れろー
雲を晴らす太陽の神ニカ。それこそが幼い頃にお父さんが願っていた光景。熊のお父さんの願いが叶う。つまりエッグヘッド事件とは、雲である神五老星サターンをルフィが倒す、そのように考えます。続いては次回1096話の展開を話数の理論から予想していきましょう。まず次回1096話については、半年前激アツ回だと予想して楽しみにしていました。こちらです。もっと未来の予想をしておきましょう。それは1096話です。1096話の話数の語呂合わせ予想はドクロですから、1096話は激アツ回だと予想されます。1096話の反転話数も691話ですから、691は死の国の王。1096はドクロ死の国の王で何かが起きる。今から楽しみです。そしていよいよ次回がその1096話です。1096話の類似話数は96話と196話です。96話は東一番の悪。96話の語呂合わせは黒。96話ではナミが新聞を読んでビラでクーデターが起きたとつぶやいている。それならば1096話ではゴッドバレーで暴動が起きる。つまりやはりロックス海賊団上陸か。また96話には正義を掲げた海軍たち。海軍はクソみたいな天竜人を守っている組織ですから、1096話でも正義の名のもとに天竜人を守りそう。つまり1096話に若きガープも現れそう。そして96話は始まりと終わりの街、海賊王ロジャーが処刑されたローグタウン。それならば1096話にはロジャーも現れそう。さらに96話にはクイナにそっくりなクローンのような多子木が登場。96話の語呂合わせはクローンならば1096話でもクローンの話になるのか。次に196話はワン扉絵で人魚のケイミーとパッパグを助けたハッチャン。人手のパッパグイコール五老星。つまり1096話ではロックスから五老星をガープとロジャーが助けそう。そして反転話数は先ほど振り返った通り691話死の国の王。次に1096話の語呂合わせも考えましょう。1096話の語呂合わせはドクロの旗を掲げた海賊たち。つまりロックス海賊団とロジャー海賊団が現れるのか。人はクローン、誰かのクローンが現れるのか。人の苦労、引き続き熊の苦労が語られそう。ジグモサターンがゴッドバレーで土雲の姿になるのか。手を組む、ガープとロジャーが手を組むのか。そのような語呂合わせが成立しそうです。そして半年前に予告したように1096話は激アツ回になる。ロックス、ロジャー、ドラゴン、ガープ、五老星、そして赤ちゃんシャンクス、赤ちゃんバギー。38年前、シャンクスとバギーはゴッドバレーでロジャーが拾った赤ちゃんたちです。ついに語られるゴッドバレー事件、それは引き続き神回となるでしょう。皆さんはどう思われましたか。ご意見やご達してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。